けましておめでとうございます。今年はですね、いよいよドームの方を完成させたいと思ってます。で、前回までの動画をご覧になった方は、ご存知だと思うんですけども、今ですね、ドームの円周部分に棒を立ててます。で、この棒はですね、ちょっと位置があまり精度良くないので、まずはこれをですね、きちんと位置決めします。それが終わったら今度は竹を持ってきて、ドームを組み上げていくという作業に移りたいと思います。はい、それじゃあまずは位置決め作業を行います。はい、じゃあ引っ張りますよ。こうかな。これぐらい？ぴったりじゃん。ここにちょうど合わせていいんだな。この真ん中はちょうど5だ。1、なんかどう変だな。なんか変だな。1564ってこの辺じゃん。ドームの基礎部のですね、寸法などをどうやって求めるかというのを解説します。このサイトですけども、これは前の動画でですね、紹介しましたけども、デザートドームスっていうね、サイトです。で、その中にドームカルキュレーターっていうページがあるんですけども、そこのページですね。で、ここを使って、いつもですね、寸法とかをね、求めてます。小さいドームの方が 3V ですね。で、今回作るのは 4V ですね。3V と 4V の違いですね。三角形のね、目が大きいちっちゃいもあるんですけども、それ以外にですね、気をつけることがあります。で、3V の場合ですね、3V はこの球の真ん中がですね、この部材のちょっとここじゃなくてですね、この間ぐらいなんですよね。球の真ん中っていうのがですね。で、あともう一個ですね、違うところが、ここですね、地面に接するところなんですけど、これよくよく見るとですね、まっすぐじゃないんですよね。ちょっとデコボコしてます。はい、なので、これ実際作ろうとするとね、この辺りをどうするかっていうのがね、悩みどころになります。で、それに対して 4V なんですけど、4V はですね、この地面に接するところはちょうど、この、9と見た時のね、真ん中になります。で、この地面に接するところは、全部ですね、高さが同じです。だからまっすぐなんですよね。なので、ここをですね、なんとかしてまっすぐしてあげれば、きちんとできるということになります。はい。で、ここのですね、地面に接するところの、この部材の長さなんですよね。ここはどうなっているかというと、このアッセンブリダイアグラムという図を見ると、こうなってまして、全部ですね、この地面に接するところ、これ全部緑の部材になってます。で、緑の部材は、こう見るとですね、D という名前になってますね。部材 D です。で、部材 D というのはですね、何かというと、部材がですね、A、B、C、D、E、F とですね、これだけ種類がありますと。で、この D の部分が今回のその地面の接する部分の部材ということになります。で、ここで、ドームの半径ですね、ここに入力します。今回は半径5メートルですので、5セント入れてあげて、サブミットボタンを押すと。すると各部材の長さが出ます。で、D というのは1564ですね。はい、これが、このですね、この部分の長さということになります。はい、で、今回で言うと、立てた杭ですね。杭の間の距離っていうのがこの長さということになるわけですね。そんな誤差あったらいけないの？こうぐーっと回るんだけど、戻ってきた時に誤差あったらおかしいじゃん。
竹でやんだったら別に調整できそうだけどね。いや、それはできるよ。竹はできるけど、最後にはロボットだから。ロボットをこんなんか動かすんだ。うん。だからすごいもう、誤差がピタッってないと厳しいよね。はい。できました。ちょっとこれ、取っとくか。はい。こんな感じで、前回は棒を使って長さ測ってましたけど、今回は糸をピンと張ってですね、で距離を決めているということになります。これであればもうちょっと精度が良くなるんじゃないかなと思います。それじゃあ、糸を張りましたんで、この糸をどんどん移動しながら一周すると。これでどれぐらい、あれですね、誤差が出るかですね。よいしょ。で、一応ね、こうですね。この5メートルの、ちょっと外側に杭を打つぐらいですか。はい、こんな感じにしましょうか。で、これをですね、ここいいな。はい。で、今度はこれを、こっちですね。変だな。なんか変。はい。ですね。さっき最初にね、測ってぐるっと回ったんですけど、一周してみたらだいぶですね、誤差が出てたんで、もう一回ちょっと測り直して、で、あと2周ぐらいぐるぐるね、回って、徐々に誤差をなくしていったんですけど、ようやくできました。だいたい誤差はですね、1センチ以内だと思います。なんで、この棒の、ね、立ってるところが、ドームのちょっと半分のところのね、頂点というようになります。で、コンクリをですね、こういう感じにしようかなと思ってます。こっちの奥かちょっと悩んだんですけど、こっちの方が後々いいかなと。こうですね。こういうふうに皮膚が、このビニールが垂れ下がってきてくるので、こっち側にですね、何もない方がいいかなと。多分この辺にちょっとね、動物が入ってこないようになんかしたりすると思うので、平らの方がいいかなっていうことでね、こういうふうにしてます。で、ここに板が立ちますんでね。で、竹がこう来て、これよりもちょっとこちら側に頂点が来るので、これでちょうどいいぐらいですかね。という感じで、コンクリを全部ね、こっちに置いていきます。はい。コンクリ置きましたね。あとは、ちょっと下がね、デコボコしてるので、コンクリが、水平取れてないんで、水平取ろうかどうしようかね。ちょっと悩むところですね。
取らなくても竹をねつければ舞台で固定されちゃうんで、勝手に水平になっちゃうんですけど、そうは言っても結構ね高低差あるので、ある程度合わせた方がいいかもしれませんね。はい、とりあえず今日はねこんな感じで、作業終わりたいと思います。はい、大体のですね区切りの位置を決めて、コンクリートブロックも置きましたけども、コンクリートブロックのところがですね起伏があって水平トイレないということでですね、あと結構ねこの中も起伏があるので、水平地か水平も取れてませんけども、その位置もね高さもちょっとバラバラなんですよね。なのでこの辺りをですねもうちょっと慣らしてね綺麗にしたいと思います。最初のやっぱりね位置だけはちゃんとやっておかないと後から直すのは結構大変なんで、最初だけねきっちりやりたいと思います。で、どうやってやるかなんですけど、いわゆる墨出しですよね。高さ方向の墨出し、やります。で、これを買ってきました。これはレーザー墨出し機ってやつですね。で、フルレーザーってやつです。安いから買ったんですけど、これはですね、ここからね、レーザーが出るんですね。ちょっとやってみましょうか。はい。こんな感じは、レーザー出てますよね。で、水平方向ね。こちらの360度水平方向にレーザーが出て、で、縦方向にも出てる。で、こちらに、これは縦方向か。こっちは縦方向っていうか、ね、こっち方向とこっち方向ですね。こういうもんです。なので、今回欲しいのは水平方向のレーザーですので、このレーザー光を、この辺にですね、こう置いといて、で、出てレーザーが出たら、そのレーザーを、例えばこの辺でですね、レーザーを、これでね、レーザーが来てるかっていうのを調べて、で、こいつの、位置とね、合わせてやると。例えば、全部こう3センチぐらいに、レーザーの下から3センチしましょうとなったら、全部のコンクリートブロックの高さが合うわけですよね。はい、そんな感じで高さを修正してあげるということをですね、やっていきます。はい、それではですね、もうだいぶ落ちてきて、レーザーが見えるようになってきたと思うので、やってみましょうか。はい、じゃあ、レーザーですね、スイッチ入れます。はい、水平方向ね、こう出てますね。では、これで各ポイントにね、次のところに行ってみて、レーザーが当たってるかどうか見てみましょうか。はい、まずこちらですね。これ見えますかね。よいしょ。この部分ですね。この部分。この部分。ちょっとカメラで見えてるかどうかわからないんですけど、これをやってみると、もうちょっとはっきりするかもしれませんね。はい、ここですね。ここなので、ここに印をつけていきます。はい。ここを基準点にして、何センチ差みたいな感じでね、ブロックを調整します。はい。こちらも見えてますね。大丈夫そうですね。これで全部やっていきます。はい、今ですね、水平出しやってます。ここですね、レーザー墨出し機で全部の、杭ので同じ高さにですね、こう印つけましたよね。で、ここを基準にして、このコンクリをこう置くということなんですけど、下がこうデコボコしてるからこうなったりね、こうなったりしてますし、まずこの傾き調整をすると同時に、こことの距離ですね、全部同じにすると。で、こういう板を用意したんでね、ここに板を置いて、ここの印までですね、これがこの白のこのマーキングのこの下に合うところまで土を持って、これを上げると。
で、上げた後に、これで、水平ですね。もうちょっとこっちですね。こんな感じ。縦横、水平出して、もうちょっとこういう感じかな。でもうちょっとこういう感じね。はい。という感じで、水平出しして、合わせれば、全部の、このコンクリのレベルが合うということですね。では、これを今からやっていきます。はい。あとは水平だな。もうちょっとこうだな。で、こっち側。こう。こっちに入れる。土は。OK。はい、ここ終了です。完了。お疲れでした。はい。ということで、各コンクリートブロックの水平を出しました。見た感じからしてですね、最初のデコボコした感じから綺麗に並んでいるのがわかると思います。ということで、次はですね、ここに木の板ですね、コネクタですね、あれを作って、で、持ってきて止めると。で、止めたら竹をですね、持ってきてつけるということを、したいと思います。はい。水平出しの方が終わったと思ったんですけど、ちょっとまたですね、ちょっと調整しなきゃいけないところが出てきました。何かというと、一番最初にですね、ドームのセンターですね、センターから各杭ですね、5メートルっていうのをね、最初測って決めたんですけど、でその後に紐でね、距離決めて、それで紐でぐるっと回って各ポイント決めたんですよね。1点だけ最初決めて、あとポイントは紐でずっとやったんですけど、ちょっと誤差があったみたいですね。で、もう一回メジャーで測り直したんですけど、最初はね、想定としてはこの杭の真ん中あたりが5メートルとつもりだったんですけど、今測ってみると、この辺5メートルですね。この、羽板ですね。このあたりは5メートルです。で、これは別に、絶対ね、ここは5メートルなきゃいけないってわけじゃなくて、全部が揃ってればいいので、ここに合わせてね、この羽板のところを全部同じに、ちょっと微調整しようと思います。微調整の方法なんですけど、手で測るとね、どうしても誤差出ますんで、今回は、もっとデジタルに行きたいと思います。これですね。レーザー距離計というやつですね。で、これは、レーザーがこう出てて、赤い光出てますんで、これが当たったところが、この測定器の後ろからここまでですね。が、その距離になると。はい。ですので、これをここに置いてですね。今回ね、もう距離がいくらとかにならなくて、全部揃ってればいいので、このセンターとか考えなくてですね。これをまっすぐかどうかっていうのはありますけど、まっすぐであれば、
ね、ここを置いてからあそこに当たって、で、当てるとこは、この上のですね、見えますかね。マネーターの、センターあたりにしましょうかね。ここの距離を求めて、で、それを全ポイント取って、そこを合わせるということをしたいと思います。はい。じゃあやってみます。各ポイントに今回番号をしました。番号はですね、一番出入り口に近いと思われるとこが1にして、半時計回りかな。半時計回りでずっと行って、20まで。で、あそこ14ですね。で、14番の、距離、測ります。4989。はい。じゃあ次ですね。こんな感じで、少しずつこうね、ポイントずらして、今どこ行ってんのこれ。これレーザーがね、見えにくいんですよね。どこだこれか。よし。5020。15番、5020。はい。じゃあ、そっちね、今度は。よっと。3センチぐらいこっち。もうちょい。まだ。はい、その辺。じゃあね、次は、8番行こうか。8番を2センチぐらい引くのかなストッカーに。はい、最後、20番。20番が1センチぐらいだな。まあいいっちゃいいんだけど、ほんの気持ちこっち。はい、いいよ。OK。うん。はい、これでだいたい揃ったんじゃないかな。OK。ほぼほぼこれで、1センチ以内になってると思う。全部のポイントが。誤差がね。素晴らしい。やっぱレーダーがあると違うね。はい。ということで、お疲れでした。